この動画ではけん玉初心者の方にまずやってほしいという技10個を解説してまいります。けん玉初心者の方はこの動画の技でまずは基礎をしっかり固めていきましょう。それでは参ります。まずけん玉は行う技によって持ち方が変わります。これは持ち亀などを行う時の腹持ちという持ち方、そして止め剣や日本一周などを行う時はこの剣持ちという持ち方で行います。まずはこの2つの持ち方をしっかりマスターしましょう。まずは皿持ちの説明です。まずは紐が手前を向いている状態にしましょう。そして逆の方の手で剣先を掴んでおきます。剣を持つ方の手を開いて親指が上を向くようにします。そしてこのお皿の近くの部分、この部分を親指と人差し指でつまむようにして持ちます。残り3本の指で下のお皿を支えます。逆の手を離します。これが皿持ちのやり方です。次に剣持ちの説明です。この糸が右利きの人は左側、左利きの人は右側を向くようにしましょう。そしてまたお皿の近くのところを親指と人差し指でつまむようにして持ちまして、残り3本の指でこの部分を握ります。この持ち方が剣持ちになります。まずこのけん玉の剣のこの上下のお皿の大きい方のお皿を大皿、小さい方を小皿、そこについているお皿を中皿と呼びます。先ほど解説しました皿持ちと剣持ちの両方でこの3つのお皿全てに玉を乗せられるようにしましょう。で、一番難しいと思うのがこの剣持ちで行う中皿じゃないかなと思います。小皿までは結構いくと思うんですが、ここが一番難しいところかなと思います。なので体全体を使って特にキャッチするときに膝を曲げてあげると慎重に中皿に玉を乗せることができます。次にご紹介するのは持ち亀という技です。持ち亀は皿持ちで行う技で、まず大皿、次に中皿で玉をキャッチしてまた大皿、中皿と交互に玉を乗せ替える技です。でこの持ち亀は連続で成功できる回数を競うことができるので、そういった意味でとても楽しい技です。この技の成功のポイントは、まずは目線やや下ぐらいの高さで剣を持つこと、この目線の高さで玉をキャッチすること、これが特に重要です。特に初心者の方は手が下の位置になることが多いと思うので、もしそうなったら少し手を上に上げるようにしてやってみてください。次にご紹介する技は回し剣です。回し剣はこの玉を回してから玉を引き上げて剣先に入れる技です。玉を回すと玉の穴が下を向いたまま必ず上に上がってきてくれるので、初心者の方でもこのように剣先に玉を入れる感触を味わえるというとても素晴らしい技です。まずはこの回し剣をやって剣先に玉が入る感覚を掴んでください。で、玉を回転させたはいいものの、玉の回転が止まってから玉を引き上げちゃう方も結構いるので、玉を回転させたらすぐに引き上げるようにしましょう。回し剣がだいぶできるようになったら、今度は止め剣をやってみましょう。止め剣は玉を回さずにまっすぐ引き上げて入れる技なので、玉をまっすぐ上げるという技術が必要になります。手だけで玉を上げようとするとまずうまくいきません。足も使って全身で玉を引き上げるというのが大事になります。まずは
膝を曲げて、そして体全体で膝を上げながら球を上げるようにしましょう。1、2、3のリズムです。1で膝を曲げて、2で膝を伸ばして、3でもう1回膝を曲げながら球をキャッチしに行く。この感覚をぜひ掴んでいただきたいです。止め剣がうまくいったら、今度は振り剣に挑戦です。振り剣はこのように前に球を振って戻ってきた球を剣先で受けるという技なんですが、あまり前にこんな感じで振る必要はないです。このように球を手前に引いた状態で手を離して膝を曲げる。これだけでいいです。手を離すだけです。離した瞬間に膝を曲げるだけで球が前に行ってくれます。そして球が剣の真下ぐらいに来た時に剣を素早く手前に引いてあげます。こうすることで球がうまい具合に手前に戻ってきてくれます。そして戻ってきた球を受けるときは膝をもう一回曲げてキャッチに行きます。結構ややこしいですが、これはけん玉全体の基本的な動きにもなるので早めにマスターしていただきたいです。振り剣ができたら今度は飛行機に挑戦です。なんと球を持つ技です。球を持ってさっきの振り剣のように剣を前に振って引いて球で剣を受けるという技になります。で、振り剣と基本的なことは同じです。手前に剣を引いて手は離すだけ、膝を曲げる。そして剣の真下に、球の真下に剣が来た瞬間に引いてあげる。こうすることで剣が戻ってきます。そして取るときもう一回膝を曲げて剣をキャッチに行きます。次にご紹介する技は野球です。野球は皿持ちで行います。まず大皿で球をキャッチします。そして少し球を浮かせます。少し浮かせた球を剣のこの部分で打ちます。打って球をぐるっとこんな感じで一周させます。一周して戻ってきた球を再びキャッチします。この野球は剣で球を打つというのが楽しいので結構人気のある技です。そしてこの野球はいろんなバリエーションがあります。中皿で球をキャッチするやり方、そしてこっち側逆方向に球を打つやり方もあります。逆方向に球を打つのはちょっと難しいんですが、連続でできると楽しいのでぜひやってみていただきたいです。次にご紹介する技は空中ブランコです。やり方を説明します。まずは球が剣に入った状態で紐を指でこんな感じでつまむようにして持ちます。そして剣を少し投げます。こんな感じで全体をもう投げちゃいます。剣玉全部を投げて、まずは剣の方をキャッチします。剣持ちでも皿持ちでも構いません。剣をキャッチして最後戻ってきた球をキャッチします。この技を練習するときはまずは投げるのになりましょう。投げた後もうどんな取り方でもいいので、まずは投げることに慣れてください。そして投げるのができるようになったら今度は剣をキャッチするのに慣れましょう。皿持ちでも剣持ちでもどっちでも大丈夫です。で、剣をキャッチできるようになったら最後球を頑張ってキャッチしてみましょう。次にご紹介する技は投台です。投台とは飛行機の時のように球を持って剣をまっすぐ引き上げて球の上に乗せて
この状態で3秒静止できれば成功です。まずは手で剣を乗せてみて、この状態をまずキープする練習をできるようにならないといけません。これができるようになったら、今度は剣をまっすぐ上げる練習です。止め剣の時と基本的には一緒なんですが、手を離して、こっちの手を離してすぐ動作に入るようにしましょう。で、なんでかと言いますと、剣を離すとこんな感じでフラフラしちゃうので、できるだけ剣が止まった状態で動作に入るために、手を離したらすぐ動作に入るようにいたします。そして剣はそっと乗せてあげないと、あまり強く当たってしまうと落ちてしまいます。なので剣が上がりきったその瞬間に球を下から入れるイメージです。剣が上がりきったところに球を滑り込ませる、こんな感じです。そして剣が球の上に乗ったら膝を曲げて当たった衝撃を吸収してあげるようにしましょう。次にご紹介する技は2本1周です。2本1周とは剣持ちで行う技で、まず小皿に球を乗せます。次に大皿に球を乗せて、最後ここから剣先に球を入れる技です。この技は球の穴の向きがポイントです。小皿に乗せた時に球の穴が手前に来るようにしないとうまくいかないです。なので最初の時に少し前に剣を押し出しつつ球を引き上げるのは必要です。前に押し出しつつ、こんな感じです。こうすることで球の穴が手前を向いてくれます。そしてここから球を回さないようにしながら大皿に移し替えて、最後少し手前方向のこんな感じの回転をかけつつ剣に球を入れます。今回ご紹介しました技のより詳しい解説動画を見たいという方は、このチャンネルの再生リスト初心者向けと飛んでいただくと見つけることができます。ぜひ見てみてください。最後までご覧くださいましてありがとうございました。僕は普段さまざまなイベントに出演してけん玉のパフォーマンスや体験会を行っております。皆様からの出演依頼も心からお待ちしております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。